枠掘り4分カービング。はい、皆さんこんにちは、枠掘りです。今回はこの木彫りの竜の彫り方解説やっていきます。来年干支なのでね、参考にしていただけたらなと思います。はい、それではやっていきます。使いました木材はこちらのジェルトン材になります。はい、寸法を言っていきます。正面が、幅5センチ、横幅が、9センチ、高さが、だいたい6センチ5ミリ、6センチ6ミリ、そのぐらいになっています。はい、こちらが型紙、下絵になります。だいたいイメージ通り彫れたかなと思います。それではこちらの、材料用意できましたら、一番最初にやることは、中心線を引くことです。今回の竜は中心線、正面をまずぐるっと引いて、その後横にぐるっと引いてもらいます。それができたら中心線に合わせて型紙、正面横面、両方引いていただきます。それができたのが、はい、こちらになります。はい、中心線ぐるっと引いて、はい、正面もぐるっと引いています。はい、そして型紙、正面も引いてあります。はい、ここまでやってください。はい、これができましたら、次は、まず、この正面の入り墨の部分にノコギリを入れていきます。ここ1本引いてありますね。はい、これを全部引いたのがこちらになります。こういう風に全部のところをノコギリ引いていってください。こうすることで、後でこのノコギリの跡が目印になってくるので、結構重要な工程になります。ここまでできたら次は側面のノコギリ入れていきます。これはノコギリ入れるだけじゃなくて、ノコギリを入れながら、このいらない部分を取っていきます。ノコギリで全部取っていってもいいですし、それがちょっと難しいときは、いつものように繊維をまず切って、その後のみで繊維を断ち切るようなやり方をやっていっても大丈夫です。はい、これができたのがこちらになります。はい。ノコギリの跡が入ったものの、側面を取ったものになります。この側面を取った状態までできたら、次は正面のいらない部分を取っていきます。この時にまた型紙を合わせて、消えてしまった部分の線を描き直してください。それができたら、この、最初に入れたノコギリの跡がガイドになってくれるので、それに合わせていらない部分を取っていきましょう。それができたのが、はい、こちらになります。はい、正面の余分が取れました。それができたら、パーツの、厚みを出していきます。耳の高さ、耳を出して耳の高さを取り、次に、その取った位置までできたら、そこから高い部分、ヒゲの部分を出そうとしている途中です。こうやって高さを出して、それぞれのパーツを出していく。それができたのが、はい、だいたいこちらになりますね。こちらに比べると高さがそれぞれ出てきて、角の位置ですとか、ヒゲの位置、手の位置はまだこれから出すところですが、だんだん竜の形になってきているのがわかると思います。ここまでできたら、最初は厚みが厚いと思うので、だんだんこの見本に合わせて、高さを合わせていって形を整えていく作業になります。はい、それができたのがこちらになります。ここまで来たらもう形としては竜ができていると思います。あとやることは表面のガサガサを取ったりとか、このコッパを取ったりとか、そういったことをしながら、仕上げ、綺麗にやっていく工程になります。で、仕上げたのがこちらの竜になります。表面上のデコボコもなくなって、コッパもとりあえずはなくなっている。で、目の部分は、竜ターで穴を開けて、絵の具を流し込んで仕上げとなっています。はい、というのが、今回の面彫り竜彫り方の解説になりました。今回は、とってもパッパとショートバージョンをやりましたが、もう少し細かい、じっくり解説するバージョンも上げようと思っているので、気になる方はそちらをご視聴ください。こちら見本の方はクリーマで販売しています。ご希望の方にはこの材料も、ちょっとプラスした値段でお譲りすることもできるので、ご興味のある方はリンクのページからご覧になっていただけると嬉しいです。ということで、はい、ご視聴どうもありがとうございました。枠掘りでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。